あと一歩だった表彰台。はい。ティレル020のパート2ですね。中島選手は1991年に表彰台に上がることなく引退してしまったんですけども、表彰台に上がれるチャンスが第1戦から第5戦の間まではね、あったと思うんです。その辺を解説したいと思います。まず最初に中島選手本人がどういう気持ちだったのかっていうのをね、紹介します。第4戦モナコまで必死に頑張ったが、90年に体力の限界は感じていた。でもみんな心の底から応援してくれていたから、最後の力を振り絞ってサンマリノで3位のモデナを抜こうと思ったらギアが壊れ、モナコでも悪くなかったのにスピンで終わってしまった。あれで自分の気持ちがダメになってしまった。はい。中島選手の強い気持ちという意味では、第4戦まで終わってしまったみたいなんですね。以前作った動画でも紹介しましたが、中島選手はもう体が限界を迎えていましたので、これはね、無理もないと思います。なんですけど、第5戦まで紹介すると言ったの、第5戦にもチャンスがあったからなんですね。はい。じゃあ第1戦から、ちょっと振り返っていきたいと思います。第1戦のアメリカグランプリです。丸1、2日目予選トラブルにより、モデナ社でラストアタック。丸2、決勝ブレーキミスでバイブレーション発生し苦戦。丸3、上位リタイアが多く、2人とも入賞。中島選手、予選2日目。トラブルがあってね、モデナの車でラストアタックしたらしいんですね。なんで、予選16位なんですけど、満足のいくアタックをできたわけじゃないらしいんですね。はい。で、決勝も5位に入って、モデナ選手とね、4位、5位に入ったわけなんですけど、これもね、2人が速かったというよりも、上位の脱落の車が多くて、それに助けられたという感じですよ。で、決勝のレース中もブレーキミスで、タイヤのフラットスポットができて、バイブレーションが発生して、それと格闘しながら走ってたと。なんで、結果だけ見るとなんですけど、中島選手の全体的な流れを見ると、なんとかね、まとめたという感じですよね。第2戦ブラジル、丸1。予選1日目、アタック途中でガス欠。丸2、ウォームアップ走行でアンダーステア対策のソフトな足を捉え、乗りにくくてタイムが出せない。はい。この第2戦はティレルの欠陥というかね、ティレルの弱点が思いっきり出てるグランプリだと思うんですね。まず丸1の予選中にガス欠っていうのが、ティレルチームの技術力のなさを表してますよね。予選中っていうのはね、当たり前ですけど、すごい緊迫感でタイムアタックしてるわけじゃないですか。その途中でガス欠するっていうね、その計算ミスってトップチームだったらありえないですよね。その辺もね、ティレルチーム、トップチームじゃないなと思っちゃいますね。で、次に丸2の、ウォームアップ走行でこの2人がね、20位、22位のやつなんですけど、アンダーステアが強いので、サスペンションを柔らかめにしてみたら、とてもアタックなんかできない。ここでね、もう、ティレルのマシンの重大な欠点が出てますよね。ブラジルグランプリって、インテルラゴスサーキット、アップダウンがきつくてね、旋回もきついですよね。そういうサーキットだと、このマシンは重大な欠点が出てきちゃうってことですよね。それが分かってしまったというグランプリですね。で、決勝も2人ともリタイアと。はい。第3戦、サンマリノグランプリですね。丸1、予選1日目。トラブルによりモデナ社でアタック。それでも10位。丸2、雨の予選2日目4位。ガス欠しなければトップタイム。ティレルチームの計算ミス。丸3、決勝雨から晴れ。モデナ3位。中島4位走行。モデナに迫ったところでギアが壊れてリタイア。モデナもギアトラブルでリタイア。はい。丸1のトラブルでモデナ社でアタックしたという話なんですけども、ここでもね、またね、車壊れてるんですね。で、中島選手、それでも人の車に乗ってね、10位のタイムを出したんだから、すごい立派だと思いますね。やっぱり自分の車じゃないですから、あっちこっち自分に合わないですから、それでも10位のタイムを出したと。やっぱこの辺にもね、中島選手の強い気持ちがね、感じられますよね。で、私一番重大な事件というかね、ティレルのミスだと思ってるのが、この丸2なんですね。雨の予選で、中島選手4位になってますよね。これ本当はトップタイム出せてたらしいんですよ。これもアタック途中でね、ガス欠したらしいんですよ。要するにティレルチームの計算ミスですね。ここで中島選手がもしトップタイムを取っても、予選1日目2日目の両方の早い方のタイムで順位決まりますから、予選順位には関係ないんですけども、ドライバーの気持ちとして全然違いますよね。俺ってトップ取れるんだっていうね。ここで中島選手にトップタイムを取らせなかったってことが、
この後ね、私は大きく影響してると思います。はい。で、次にね、はい、丸3。決勝レース、雨で始まってだんだん晴れてくるっていう展開だったんですけど、モデナ選手3位、中島選手4位っていう2人とも表彰台の可能性という、ね、状態で走ってたんですけども、晴れてきてね、車の負荷が強くなってきて、ギアが壊れたと。020はね、もう最初からここが欠点だったので、晴れちゃったらもう壊れるのが分かってるという状態だったみたいですね。はい、次がね、第4戦のモナコグランプリですね。丸1、020が唯一トップに迫ったレース。丸2、中島は予選でクリアラップならずも11番手と健闘。丸3、決勝も9位を走行し奮闘。周回遅れの処理で判断ミスしリタイア。はい。この丸1はね、モデナ選手のことなんですけど、唯一この91年、1年間通してトップに迫ったレースですね。モデナ選手が予選2番手を取って、決勝も途中まではセナが見える位置でずっと2位を走ってて、素晴らしかったんですけどね。はい、リタイアしちゃいましたね。で、はい、中島選手に話が戻ると、中島選手予選11番手。モナコでね、ずっと苦戦してきた中島選手からすると、十分立派な予選順位なんですけど、これもね、クリアラップじゃなかったらしいんですよね。本当は、もっと早かったと。で、決勝もね、9位を走行してたんですけど、周回遅れのマルティニを抜かそうとした時にね、ちょっと判断ミスして、ぶつかりそうになって、フルブレーキを踏んだんで、エンジンが止まってリタイアと。非常にもったいない展開でしたね。はい、第5戦のカナダグランプリです。丸1、上位脱落者が多く、1台しか抜いていないモデナが2位入賞。しかも予定外のピットインもしていた。丸2、予選は悪くなかった中島。決勝は速さがなく、コースアウト。復帰するが10位。モチベーションの低下が影響か。はい。このレースね、モデナ選手がめでたく2位に入ったんですけども、ラッキーっていうかね、モデナ選手、1台しか抜いてないんですね。しかも抜いたのってギアが壊れて不調になったパトレーゼを抜いただけなんですね。だから激しいバトルをしたわけじゃないんですけど、前回モナコでね、ひどい目にあったんで、ここでちょっと報われたかなと。なんですけども、中島選手に話が戻ると、予選見るとね、モデナ選手9位、中島選手12位だから、そんな悪くないですよね。だけど、中島選手ね、決勝はなんかあんまり速くなくて、で、1回コースアウトして、で、復帰したんですけど、10位で完走になったんですよね。これ、やっぱり中島選手本人が言ってた通り、もうモチベーションが下がっちゃって、決勝レース、テンションを保つことができなくなったってことだと思うんですね。この開幕戦から第5戦までを、まとめると、中島を支えられないティレルの技術力。丸1、マシンがたびたび故障。自分の車でタイムアタックできない。丸2、ドライバーの緊張が極限に高まる予選でたびたびガス欠。中島選手が体の故障を抱えながら奮闘してるのに、まず車がしょっちゅう壊れるわけですよね。で、その乗り換えをしなくちゃいけないし、人の車でタイムアタックするわけなんで、危ないし、集中力保つの難しいですよね。そういうことをね、中島選手に強いるっていうことになってたわけですよね。で、一番私がダメだと思ってるのが、このガス欠を何回も起こすっていうね。タイムがね、上がってきて、これからだって集中して走ってる時に、ガス欠をこの短い間で2回起こしてるわけですよね。これも非常に危ないっていうことと、ドライバーの意欲をそぎますよね。サンマリノグランプリ、雨でトップタイムを取れば、モチベーションが高まり、丸1、モナコでミスをせず、1桁フィニッシュ。丸2、カナダでも安定した速さで周回。中島2位、モデナ3位と揃って表彰台へ、となっていたと私は思います。先ほども言いましたけども、サンマリノグランプリの雨の中でね、トップタイムを取っていれば、ギリギリのテンションで戦っていた中島選手のモチベーションをね、もうちょっと支えられたと思うんですよね。で、その強い気持ちがもっと持続していれば、モナコでもね、ミスをしないで、そのまま完走できたと思うんですよね。ほんのちょっとした焦りとかからね、周回遅れをパスするときにミスしたと思いますし、カナダグランプリもね、これも先ほど言ったようにね、モデナ選手は別に前の車を抜いたわけじゃないのに2位になってるんですね。で、しかもピットインまでしてるんですよ。ゴミが入ってオーバーヒートしたんですよね、エンジンが。
なので、もしカナダグランプリで中島選手がモデナと同じぐらいの速さ、もっと言ったらモデナよりもしちょっと遅かったとしても、モデナがピットインしてる間に前に行ってるわけですから、中島選手は2位になってるはずなんですね。中島選手が2位、モデナ選手が3位。で、はい、私合成して写真勝手に作りましたけど、こうやって中島選手が表彰台に上がっていたと思うんですね。はい。なので、第4戦まででね、モチベーションが途絶えちゃったということを中島選手が言ってますけど、これはティレルチームが支えられなかったっていうことだと思います。はい。あともうちょっとティレルチームが支えてくれれば、中島選手はカナダグランプリではね、いい意味で淡々と走るだけで表彰台に上がっていたと思うんですね。はい。なので私は非常にもったいなかったなと思っております。はい。